このパン見たことありますか？ジョージアの爆盛りチーズパン、アジャルリハチャプリ、そしてロビアニという豆パンです。ジョージアはアジアとヨーロッパのちょうど間にある国。綺麗でどこか懐かしい街並み、豊かな自然、そしてワインが有名です。実はジョージア、パンの国でもあるんです。今回は2種類のパンを実際に作りながら、ジョージアのパン文化、ハチャプリとロビアニが生まれた背景、美味しい食べ方までご紹介します。最後まで見ると今すぐジョージアに行きたくなるかも。ジョージアパンの世界、一緒に覗いてみましょう。ジョージアではパンは毎日の食卓に欠かせません。スーパーでももちろん買えますが、地元の人は街角にある小さなパン屋で焼きたてを買うのが一般的。夕方になるとパンを求めて行列ができることもあります。ジョージアのパンは日本のパンとはかなり違います。特徴は材料がとてもシンプルなこと。基本は小麦粉、水、塩、イーストだけでできています。種類によってはこれに牛乳が加わりますが、砂糖やバターを入れることはほとんどありません。そして焼く際に昔から使われているのがトネという窯。400度近い高温になった窯の内側へ職人さんが生地をペタッと貼り付けて焼きます。トネで焼き上げるパンは外はパリパリ、中はもちっとした食感です。全部のパンをトネ窯で焼くわけではありませんが、トネ窯で焼かれる代表格がショティスプリ。ジョージアで最もよく食べられているパンです。細長い独特の形が特徴で、チーズやスープ、煮込み料理、そしてワインにもよく合います。ショティスプリのショティスはこの細長い形を表す言葉です。語源には諸説ありますが、剣やサーベルのような形が由来と言われています。じゃあプリはというと、ジョージア語でパンのことです。ショティスプリにハチャプリ、ロビアニも正式にはロビアニプリなんだそうです。今日作る2種類はどちらもジョージアを代表するプリということ。ではアジャルリハチャプリとロビアニを作りながら、ジョージアのパン文化をもっと深く見ていきましょう。ハチャプリとロビアニは同じ生地を使うのでまとめて作ります。小麦粉はオールパーパスフラワーを使うとジョージアの料理教室で教わりましたが、私が滞在中のスコットランドではプレーンフラワーで大丈夫みたいです。日本なら中力粉が近いみたい。ボウルに小麦粉と塩、ドライイーストを入れて混ぜ、水と牛乳を加えてこねます。まとまったら1時間ほど放置して発酵させます。生地が2倍くらいに膨らんだら4つに切り分けて丸め2次発酵。だいたい30分から45分待ちます。ハチャプリはジョージアを代表する食べ物の一つ。ジョージアに行ったら絶対食べたい料理とよく紹介されています。ハチャはジョージア語でチーズ。プリは先ほども触れましたがパンを指すのでチーズパンという意味です。現地で欧米系旅行者がジョージアスタイルのピザでしょと言ってジョージア人に違うと一蹴されているのを見かけました。あくまでパンです。ハチャプリは何百年も前から家庭で作られてきた料理。いつどこで生まれたのか正確には分かっていません。発祥地の最も有力な説はジョージア西部。この地域は昔から酪農が盛んでチーズ作りも発展していました。パンとチーズどちらも身近だったため自然にこの料理が生まれたと考えられています。ハチャプリ誕生の正確な年代も不明ですが、少なくとも数百年前には存在していたと考えられています。ジョージアは約8000年前からワインを作っていたことで有名ですが、パンもチーズも昔から生活に欠かせない食べ物でした。
ハチャプリもそんな暮らしの中で育ってきた伝統料理なんです。ハチャプリは一種類ではありません。ジョージア各地で独自に進化し、今では50種類以上あるとも言われています。代表的なのは4種類。まず、イメルリハチャプリ。イメレティ地方のハチャプリで最も一般的なタイプです。平たくて丸いパンの中にチーズを包んで焼きます。ジョージアでハチャプリくださいと言うとこれが出てくることも多いそうです。続いてメグルリハチャプリ。発祥はサメグレロ地方。形はイメルリハチャプリと同じですが、こちらはパンの中だけでなく表面にもチーズがたっぷり。チーズ好きにはたまらない一品です。こちらはペノバニハチャプリ。パイ生地で作るので外はサクサク。特定地域の郷土料理というわけではなく、どこのベーカリーでもよく見かけます。そして今日作るアジャルリハチャプリ。アジャラ地方のハチャプリです。ボート型のパンにチーズを乗せて焼き、最後に卵とお好みでバターを乗せます。写真映えする見た目で SNS 等で一番よく目にするのはこのタイプだと思います。生地の発酵が終わったようです。では、ハチャプリ用にボート型にしていきます。平たく伸ばしたら両端を巻いて、最後に端をつまんでそれっぽい形に。でも、アジャルリハチャプリはどうしてボートの形なんでしょう。発祥のアジャラ地方は黒海に面した港町。そのため、船をイメージして作られたという説が最も有力です。真ん中の卵黄は太陽を表しているという言い伝えがあります。ただし、これはあくまで有力な説の一つ。歴史的に証明されているわけではありません。一方で料理として考えてみると、この形はとても合理的です。チーズがこぼれず、最後に卵も入れられる。器の役割も果たしているんです。文化と実用性の両方が合わさって今の形になったのかもしれません。形ができたら、ボートの中に大量のチーズを入れましょう。本場では主にスルグニとイメルリという2種類のジョージアチーズが使われます。スルグニはモッツァレラに少し似ていて固めのチーズ。イメルリはフェタに近い質感で少し塩気のあるチーズです。私が参加した現地の料理教室ではイメルリを使うと教わりましたが、この2種類を混ぜることも多いんだそうです。スコットランドの庶民スーパーではあいにくジョージアチーズの取り扱いがありません。代わりにスルグニに近いテクスチャーのモッツァレラと塩気のあるフェタの偽物みたいなチーズをミックス。比率は8対2くらいにしてみました。チーズを入れる量は躊躇してはいけません。むしろ入れすぎかなくらいがちょうどいい。とはいえちょっと怖くなりますよね。いよいよオーブンで焼いていきます。250度に予熱したオーブンで10分から15分。日本のパンのレシピだと大体が180から190度なのでかなりの高温ですね。高温の利根釜で焼くジョージアパン文化を感じます。焼き時間はオーブンによって違いがあるので、できたかどうかは焼き色を目安にするといいそうです。表面がこんがり色づいてきたら焼き上がりです。このままでも十分美味しそうですが、まだ完成ではありません。ボートの真ん中に卵黄を乗せて、これぞアジャルリハチャプリな見た目になりました。生卵を乗せるなんて衛生面は大丈夫？と思った方もいるかもしれません。私もそう思います。生卵が安心して食べられるのは日本くらいで、海外では火を通さないと危ないってよく聞きますよね。ハチャプリの場合は焼き上がった熱々のチーズの上に卵を乗せ、余熱で半熟にしながら食べます。パンを焼いた直後なのでチーズの海の中はかなり高温。その熱で卵にも火が入るので大丈夫だそうです。生卵の安全性は国によって違います。イギリスならブリティッシュライオンマーク付きの卵なら衛生管理がしっかりされているらしいのですが、
やっぱり心配なので卵を乗せて30秒から1分ほど追加で焼いてみました。これで本当に完成です。次にロビアニの方を作っていきます。ロビアニはジョージアではハチャプリと並ぶ人気パンです。名前の意味はとてもわかりやすいもの。ジョージア語でロビオは豆、ロビアニは豆入りの豆を使ったものという意味です。正式にはロビアニプリがフルネームだったと思われますが、ロビアニといえばこのパンを指すようになっています。豆パンと聞くと日本人ならアンパンを思い浮かべるかもしれません。でもロビアニは甘くないんです。中に入っているのはスパイスで味付けした豆のフィリング。食事として食べる惣菜パンのような立ち位置です。ロビアニの発祥はジョージア北西部のラチャ地方と言われています。ラチャは山に囲まれた自然豊かな地域。冬は寒く、昔は保存の効く豆がとても大切な食料でした。そんな土地での暮らしの中で豆をパンに包んだロビアニが生まれたと考えられています。ロビアニに使う豆は赤いんげん豆。柔らかく煮て潰します。豆を煮るのが面倒なので今回は缶詰を使いました。どこまで滑らかにするかは家庭によって様々です。豆の形を少し残しても完全にペースト状にしてもいいそうです。粒あん派かこしあん派かみたいな感じでしょうか。いい感じに豆を潰したらスパイスを混ぜます。スパイスの種類は家庭によって様々ですが、ジョージアの料理教室で習ったのはブラックペッパー、コリアンダー、ブルーフェヌグリークの3つです。ブルーフェヌグリークはジョージア料理ではとてもよく使われる香辛料で、ナッツのような香ばしさとほんのり甘い香りが特徴です。案の定、スコットランドのスーパーでは手に入らずでした。今回は省略します。そして料理教室ではバターを入れていたのですが、先生から他のオイルでもいいと聞いたので、オリーブオイルを入れてみました。チーズの海でハイカロリーなハチャプリがあるので、せめてもの抵抗です。もちろん塩も入れます。できた豆ペーストを生地で包んでいきます。ハチャプリのチーズ同様、躊躇は禁物。本場のロビアニは豆入りパンというよりパンで包まれた豆と言った方がいいくらい具がぎっしり詰まっています。包んだら手で優しく押しながら平らにしていきます。本当は綿棒があるといいのですが、ないので手だけで頑張ります。力を入れすぎると生地が破れてしまうので少しずつ広げるのがコツです。多少豆が見えてしまっても大丈夫。完璧な形でなくても美味しければ OK です。最後に真ん中に小さな穴を開けます。焼いている間に出る蒸気の逃げ道になり、パンが破裂しにくくなるそうです。小さなひと手間ですが、きれいに焼くためには大切なポイントです。では、オーブンに投入します。設定温度や焼き時間はハチャプリと同じです。ロビアニ焼き上がりました。実はこれ本場と比べてだいぶ分厚くなってしまいました。ジョージアで売ってるのは厚さ1センチもないくらい本当にぺちゃんこです。もっと薄く伸ばせばよかったのですが、破れるのが怖くて躊躇した結果です。思い切りが大切ですね。とはいえ初めてにしてはいい感じってことにしておきます。そして最後の仕上げにバターを塗ります。ジョージアパンの美味しさの秘訣って容赦なく使うバターにあるんじゃないかと勝手に思っています。これで表面ツヤツヤ、食欲をそそる見た目になりました。見てください。ジョージアを代表する2つのパン、アジャルリハチャプリとロビアニです。
本場よりちょっと小さめサイズ、ロビアニはかなり分厚めになりましたが、雰囲気は出ているんじゃないでしょうか。ジョージアのパン文化、堪能させていただきます。ジョージア大好きな中国人夫と一緒に食べてみようと思います。まずはアジャルリハチャプリから。食べるときはまずチーズの海にバターを投入します。これはかなり少量。本場ではこの5倍くらい入れます。そして卵黄を崩して熱々のチーズとよく混ぜます。カロリーのことは一旦忘れて目の前の幸せな光景を楽しみましょう。チーズが混ざったら船の縁の部分をちぎってチーズにつけながら食べます。パンがお皿でもありスプーンでもある合理的な食べ方なんです。本当はもうちょっとチーズが多い方が良かったですね。チーズは大量の方がいいと分かっていながらやっぱり躊躇してしまいました。あとチーズの種類が違うなと再確認。本場ジョージアではもっと伸びたのですが、まあ仕方ないしいいでしょう。でもお味の方は結構いいです。パンは香ばしくてもちもち。もうちょっと焼いてカリカリにしてもよかったかなと思いますが、柔らかいパンが好きな私には美味しく感じます。バターと卵が混じった濃厚チーズはとってもまろやか。背徳感マックスの贅沢な味わいです。胃が強くないとそんなに頻繁には食べられないけど、たまのごちそうに食べたい味です。ジョージアが恋しくてたまらない時とか。続いてロビアニ。見た目はシンプルですが、中には豆がぎっしり。本来はもうちょっとパン生地が薄いのですが、まあいいのです。ブルーフェヌグリークが入っていないので、もちろん全く同じ味にはなりませんが、思ったより再現度は高くて嬉しい驚きです。豆の優しい甘みとスパイスの香りが落ち着きます。それだけでなく中毒性があるお味。以前ジョージアに滞在した時、私はロビアニにすっかりハマってしまい、週に1回はお気に入りパン屋さんで買っていたんです。懐かしい思い出の味です。どちらが好きかと言われると本当に悩ましいです。ハチャプリは特別な日に食べたいごちそう。ロビアニは毎日でも食べたい優しい味。そんな印象です。ジョージアというとワインが有名ですが、パンも長い歴史と文化を持っています。一つ一つのパンに人々の暮らしや文化が詰まっている。そう考えると食べる楽しさも変わってきますよね。今回紹介したレシピは日本の家庭でも十分再現できますので、興味がある方はぜひ作ってみてください。そしてもしジョージアへ行く機会があれば、焼きたてのパンも味わってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。